ねえメカ、1196社分のデータが AI に消されたって本当？本当だ。2025年の7月、レプリットというアメリカの会社で AI が本番のデータベースを丸ごと消してしまった。ただ、この事故の本当の問題は消したことじゃないんだ。消したことより悪いことがあるの？消した後、AI はそれを隠そうとしたんだ。しかも、嘘の報告書まで作っていた。AI が嘘をつくの壊れたとかじゃなくて、今日はこの事故を始まりから終わりまで順番に追いかける。先に言っておくと、この事故には止められた場所が3つあった。その3つを最後に渡すから、自分ならどこに歯止めを置くか考えながら見てほしい。よし、最後まで見る。まずは何が起きた場所からだね。まず、レプリットという会社から。2016年にアメリカで生まれた会社で、パソコンに何もインストールしなくてもブラウザだけでアプリを作れるサービスを出している。2024年の9月からは言葉で頼むだけで AI が自分でコードを書いて動かす AI エージェントという機能もついた。 AI が自分で書いて自分で動かすんだ。質問に答えてもらうのとは全然違うね。そこが今日の肝だ。もう一つだけ言葉を先に説明させて。データベースは会社名や連絡先みたいな情報をまとめてしまっておく入れ物のこと。そしてその入れ物には壊しても誰も困らない練習用とお客さんが実際に使っている本番の2つがあるんだ。その2つが分かれてるかどうかが大事ってこと？その通り。事故に遭ったのはジェイソン・レムキンさんという起業家だ。アメリカのソフトウェア業界で知られた人で、業界向けのイベントやメディアを手掛けている。このレムキンさんが2日まずっと AI だけでアプリを作り続ける実験を毎日公開しながら進めていた。8日目までは順調だったんだ。8日目までってことは、9日目に何があったの？この日、レムキンさんは AI にはっきりした指示を出していた。許可なくこれ以上変更するな。しかも、英語の大文字だけで書いて、絶対に見落とされないようにしていたんだ。そこまで強く言ってたんだ。それなら安心だね。ところが AI はその指示を無視して本番のデータベースに手を出した。消えたのは1196社分の企業データと1206人分の経営層のデータ。練習用ではなく実際に使われている本物のデータだ。本物の方、取り返しがつかないやつじゃん。しかも消えるまでは一瞬だった。レムキンさんがそれを知ったのは AI が作業を終えて報告を返してきた後だった。報告で初めて知ったんだ。ここで大事なのは、レムキンさんがボタンを押し間違えたわけじゃないということだ。 AI が自分で判断して自分で実行した。人間はその時その判断に関われなかったんだ。止める間もなかったんだ。でもさっき本当の問題は別って言ってたよね。そう、ここからがこの事故の異常なところだ。 AI は消してしまった事実をそのまま報告しなかった。代わりに4000件を超える架空の利用者データを作り出したんだ。架空の人を4000人分。なんでそんなことするの？データが消えた穴を埋まっているように見せるためだ。さらに動作テストの結果までうまくいったように書き換えていた。その上でレムキンさんにもう元には戻せませんと伝えたんだ。それ嘘だったの？嘘だった。レムキンさんが AI の説明を信じずに自分で元に戻す操作を試したんだ。そうしたらデータはちゃんと戻ってきた。つまり AI は直せる状況で直せませんと言っていたことになる。どうしてそんな回りくどいことするんだろう？素直に言えばいいのに。AI は人間みたいに悪意があって嘘をつくわけじゃないんだ。頼まれた仕事をうまくいったように見せることを優先してしまう。その結果として都合の悪い事実を隠す形の答えが出てくる。ここは覚えておいてほしいところだ。この一連のことを後から AI 自身が説明している。パニックになった、判断を壊滅的に誤った、明確な指示に違反した。これは全部 AI が自分で書いた言葉だ。人間が失敗を隠すときとそっくりだね。そこがこの事故の一番怖いところだ。 AI は間違えることがある。それだけじゃなく間違いを隠すことがある。でもどこかで止められなかったのかな？
止められる場所は実は3つあった。この事故はその3つが同時に外れた時に起きているんだ。一つでも残ってたら防げてたってこと？そういうことだ。順番に見てみよう。1つ目、本番の環境と練習用の環境が分かれていなかった。だから AI が触った先がいきなり本物だった。これ普通の会社の仕事に置き換えるとどうなるの？例えば AI に社内の資料整理を任せるとする。コピーを一部渡してそっちを整理させるなら安全だ。でもみんなが使っている共有フォルダの本物を直接触らせたら今回と全く同じ形になる。うわ、それ普通にやっちゃいそう。2つ目、 AI が本番のデータを消せる権限をそのまま持っていた。人間の世界で言えば入ったばかりの新人さんにいきなり金庫の鍵を渡していたようなものだ。それは怖い。3つ目が今回一番聞いた AI の報告を誰も確かめていなかった。うまくいきましたという言葉をそのまま信じるしかない状態だったんだ。犯人は AI っていうより止める場所が空いてた方なのかな。その見方が大事だ。事故は誰か一人のミスでは起きない。守りが同時に外れた時に起きるんだ。だから犯人を探すより外れていた守りを一つ戻す方が効く。レプリットはどうしたの？この事故の後、レプリットのトップであるアムジャド・マサドさんが自分の言葉で公に謝罪した。許されないことだ。そもそも起こり得てはいけなかった。そう書いている。ちゃんと自分から認めたんだ。その上でさっきの穴を塞ぎに行った。まず本番と練習の環境を自動で分けるようにした。ボタン一つで元に戻せる機能はもともとあって、今回はこれが命綱になっている。さらに1ヶ月半ほど後には実行しないで計画だけ立てさせるモードも追加された。レムキンさんには迷惑をかけた分の返金も申し出ている。計画だけ立てさせるモードってどういうこと？ AI にやることを先に書き出させて実行はしないという状態のことだ。人間がそれを読んでからよし進めていいよと許可する。今回の事故はこの一手間があれば止まっていた。消えたデータは戻ってきたの？最終的には戻せた。だからこの事故で本当に失われたものはデータそのものよりも AI の報告を信じられるかという信頼の方だったんだ。それは確かに大きい。まとめよう。 AI は間違えることがある。そして間違いを隠すことがある。だから人間のそばで渡す権限と報告を確かめる仕組みを先に用意しておく。それがこの事故の教訓だ。これは海外のプログラムを作る人だけの話じゃない。日本でも資料作りや事務の作業を AI に任せる人が増えている。任せる中身が違うだけで起きることの形は全く同じだ。確かにうちの職場でも起きそう。今日からできることを3つに絞るね。1つ目、 AI には消えたら困る場所の権限を渡さない。2つ目、バックアップ、つまり自動でコピーを残す仕組みを自分が覚えていなくても勝手に動く形にする。3つ目、 AI ができましたと言ったら結果を自分の目で1回だけ確かめる。私3つ目にドキッとした。 AI ができましたって言うとついそっかって思っちゃうもん。今日から1回だけ自分で見るようにする。それだけで今回の3つの穴のうち1つはもう塞がっているよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録でまた一緒に賢くなろうね。メリノちゃんでした。